はい、こんにちは。ドライバーが思いのほか飛ばない、あるいは曲がってしまうという、これ多くのねゴルファーの悩みどころだと思うんですね。それで、改めてですね、ドライバーが飛ばない人に共通していること、どこを意識すれば飛ぶようになるのか、どこが間違っているから飛ばないのかというね、その辺のお話を大きく2つに分けてね、お話をしたいと思います。その2つに関して、簡単なねチェックをする、うまくそれができるようになるためのドリルも紹介していきたいと思います。まずですね、ドライバーが飛ばない人に共通している1番目なんですけれども、それは手首ですね。この手首を使うということ、これがもう圧倒的にできていない人が多いです。皆さん二重振り子というね言葉はよくレッスンで出てますので耳にしたことあると思うんですが、二重振り子のうちの一つ、このクラブっていうのはこういうへんてこな形してますけど、ヘッドが重いわけですよね。もう真ん中よりもかなり、ヘッドの方が重くできてます。そして、このように、グリップエンドが動かなくてもクラブヘッドが重いので振り子のように動くということですよね。この振り子を上手に使ってこの重力とか遠心力とか、そういうこのクラブが持ってる特性ですね、これを上手に使わないとまず飛ばないという、これが一つです。でそのためにはジョイントとなるこの手首ですよね。この手首が逆にヘッドがこう動こうとしているのにね、クラブヘッドが動こうとしているのにこう手首に力が入ってしまったり、ヘッドがこう動く時にグリップエンドは動かないわけですよね。でこう体が揺れていくだけで、ヘッドがこう自然と動くという、このタイミングといいますかね、体に対してのこのクラブヘッドがこう自然にこう振り子のように動く、そして漕ぐ、ブランコを漕ぐ時のようにですね、この自然な振り子に対して振り子だけではこれ飛ばないんですよ。振り子だけでは飛ばないので、漕ぐような動き、漕ぐような動きプラス加速させるような動き、ね、この振り子が自然落下させるのに対してこうヘッドをこの自然落下の振り子に逆らわないようなね動きの中での加速というね、それがタイミングだったりその力の入れどころだったり、野球で例えるならばボールを投げる時に手首に力入れて肩に力入れて速い球は投げられません。この肩甲骨がよく動いて体全体がしなるように腕全体がこうしなって、そして最後の最後指先が手首が使われてピュッとこうね、多くの関節を使ってその一つずつのそのテコの作用が連動してムチのように使われるムチ作用ですね。ですから割と野球のピッチャーで速い球を投げる人っていうのは筋肉隆々というよりも例で例えるなら今永投手とかね、そんな大きくないんですよ。体大きくないんですけれどもすごくこう手首が柔らかい、しなやかに腕を使えるので一番最後の指先ですね、ここのスピードがものすごく速くてボールに速い回転を与えることができるというね。だからゴルフスイングでもその手首をまず柔らかく使って、この自然な振り子がしっかり動くようにしてあげるということね、これをブレーキをかけてはいけないということが一つなんですよ。これ簡単なんですけどやり方としては
グリップを緩く握ればいい。グリップに握って腕の力をギュッと入れて、肩の力をギュッと入れてたら、まず手とヘッドが同じような動きしかしません、腕とね。だから力を入れれば入れるほどこの手首の動きが悪くなってヘッドの動きが遅くなるということです。ですから飛ばしたいって言えば力を入れるということなんですが、逆に飛ばしたいと思って力を入れれば入れるほど、腕に力を入れれば入れるほどヘッドの動きが悪くなって振り子の動きが悪くなって、振り子プラス加速させるというね、工具という動きプラス加速させるというね、そのタイミングにまで影響が出てきちゃうんですね。ですからまず気をつけてもらいたい、やるべきことは腕の力を脱力する。腕をブランブランと使えるように肩から腕全体を脱力する。そして指の力を抜く。もう本当にふわふわグリップ。そして手首が動くようにしてあげる。これがまず第一です。ただね、一つだけ気をつけたいデメリットがありまして、ヘッドスピード上がるんですよ。手首の力、腕の力を抜くとヘッドスピード上がるし、飛ばない人は絶対にこれをやらなくてはいけないんですが、第一振り子を上手に使うこの、手首をぐにゃぐにゃにするというね動きを絶対にやらなくてはいけないんですが、これをやると一つだけデメリットがあって、フェースの向きが変わりやすいんですよ。つまり手首をこねるような動きをしやすいのね。ですからインパクトでフェースがかぶってしまえばボールがすごいフック、シャットフェースになってフックになるので、球が上がらないから結果的にヘッドスピードは上がってるんですけれども、低い球で行ってすぐ地面にねフック回転で落ちてしまいますから飛ばないっていうふうに見えちゃいますよね。実際に飛ばないんですけれども、地面の抵抗がかかってしまいますから実際に飛ばないです。で、その反対としてフェースが開くと今度はロフトが大きくなりますから、まずスピンが大きく余計にかかってしまうので回転ばっかりに力が抜けてしまいますから、そして球も右に吹き上がるようにしてね、上がってしまいますから、これも飛ばないと。ですので気をつけたいのは、ぐにゃぐにゃにしてヘッドを走らせるんですが、フェースの向きを手をこねるようにね、こねるように、使わないということだけが、ちょっと気をつけたいところです。でそれに関しては今日はいろいろあるんですけれども、グリップの圧力とか、今度脇を締めるとか、私が他の動画でも言ってますクラブヘッドのシャフト立てとかいろいろあるんですが、ちょっとそれは置いときますね。ですから少しフェースがかぶることに関してはね、タイミングとか全体のスピードでも変化してくることなので、まずは1つ目、グリップを柔らかく持って手首をぐにゃぐにゃにして、打ってみるということです。はい、ではそれで、1つドリルをねご紹介します。まず実際にドライバーで球を打ってみますが、両足は閉じます。でこれはなぜかというと体を使わないためです。どうしてもねスタンスを取ってしまうと余計に体全体を使ってしまう。そして飛ばない人のね2つ目の原因として、体を使いすぎてしまったり正しく使えてないっていうねこと、それから足を使ったり、これも足を正しく使えてない、それから腰を回して、戻すというね、それもやりすぎてたりやらなさすぎてたりということで正しく使えてないんですね。ですから2つ目のチェックポイントは、今度は体、下半身の動きということになるんですけれども、まずはその下半身が使えないように 手だけが使えるようにするために両足を閉じます。でこれによってかなり不安定になりますし、結局これドリルですからね、練習ということでこれで手首打ちをやってみるということなんですね。はい、それで、打ち方ですが、足を閉じるというとなんとなくこうやってね両足の真ん中にボールを置きがちなんですが、そうではなくてね、ボールって左のかかとの前とか言ってドライバーとこうやって構えるじゃないですか、ね、だったらここでいいでしょうと思いがちなんですが、そうじゃなくてね、ボールは実際には両足を閉じてやるドリルは、
足1個分ぐらいここに足があるとして、そのつま先の前足1個分ぐらい左に置いてください。っていうのはね、こう両足を閉じて右足をガンと普通は開くじゃないですか。そして左足のかかとの前にボールが来てきて、ドライバーの構え、ちょっと背骨が右にね傾いた、逆形みたいな構えになるんですけれども、これね、実際にこの位置の頭の位置とこの位置の頭の位置、かなり右に頭の位置がずれてるんですよ。ですから普段ドライバーはこの形でこう打っていくわけですからね、この位置で両足を閉じて打とうとすると、かなりボールが右にある感じになります。ですからボールは左足のさらに足1個分ぐらい左に置いてあげて、両足を閉じます。そして手首、結局足を閉じてるので、完全にね手打ちというわけではないですけど、自然にちょっと胸が右にね、回ったらそれはそれでいいので、それからこのドリルだんだん強く振ってきますので、そうすることによって肩の回転と胸の向きが右にだんだん大きくなりますから、最初ちょっと小さめに、あんまりこの、手の位置とか胸をどこまで回すとか気にしなくていいです。とにかく気にするのは腕と手首の力を抜いてクラブヘッドを動かすということです。クラブヘッドを一生懸命動かします。特にフォロースルーの方でこういかないようにね、どうしても力の入れ方として手首の動きが悪くなるとクラブがこう横に動こうとしますので、そうするとこのグリップエンドがこう横移動してしまうと、クラブヘッドはこう膨れてベースが開いたりね、開くの嫌だったらこう無理やり返したりってなりますので、基本はグリップエンド視点としていかにヘッドを動かすかという、そこに、ちょっと神経を使ってあげてください。そうは言ってもグリップエンドこの辺りからこう持ってきてこの辺りまで動きますよ、ね、完全にこういう動きはできません。腕を少し左右に振りながら手首を使うということです。はい、じゃあやってみます。こんな感じです。もう完全に足は使えない状態ね。でこれでどのぐらい飛ぶか、ここからスタートします。今144ね。はい、もう一回左足よりも足1個分左に置いて、腕は少し振りますよ。腕振って手首を結構使う。で、腕手首は脱力。はい、150ですね。152まで来ました。でこれをだんだん大きくしてください。今よりもさらに少し大きく振る。でどのぐらい飛ぶのか、192。はい、もうちょっといけると思います。手です。手首です。腕と手首柔らかく使って、とにかく手首を使うということです。クラブヘッドフォロースルーでシャフトを立てるようなイメージ。もう200を超えてきました。211、もうちょっといけるかもしれませんね。ボールの位置大事ですよ。足1個1個半ぐらい左に置いても大丈夫。だんだん大きくなるとね。はい、手首打ち、タイミングが悪ければ少しかぶっちゃうとね、左に行くことがあるかもしれませんけれども、はい、221まで来ましたね。はい、どうでしょうか。今やってることはある意味すごいことなんですけれども、だってボールをね、この辺り、つまりね、こう構えた時の頭の位置あるじゃないですか。その状態で足を閉じると、この位置ですよね。はい、普通に構えた時にある頭の位置を動かさないようにして両足を閉じた位置、この方が分かりやすいかもしれません。はい、両足を閉じてっていうのをやってる人は足のね真ん中に置いちゃってると思います。これね全部右行っちゃいます。ですからこうやって構えないじゃないですか。
構えた時右肩下がりますよね。こうね、背骨もちょっと右に傾きます。この頭の位置で両足を閉じて手打ち。構えた時の頭の位置で両足を閉じて、両足を閉じたままスイングをする。200秒。はい。では2つ目です。2つ目はですね、下半身なんですけど、今度逆です。足を目いっぱい開いてください、ね、でこれは何が起きてくるかっていうと、やはりね、正しく足、腰、それから大地の支え、これがね使えてない人が結構多いんですよ。つまりね、腰を回すんだ、踏み込むんだ、膝を伸ばすんだとかね、すごい複雑なことを結構言うじゃないですか、プロの人たちもね。でところが人間の体の硬さ、それから足の長さ、そして足の太さ、それから股関節の硬さね、人それぞれなんですよ。ですから硬い人に対してね、こう腰をここまで回せとか、膝を前に出せとかね、あるいは柔らかい人に対して小さくしろとかね、もう全然違うわけですよ。柔らかい人はもう回るわけです。腰も回るし、肩もすごくひねれるし、それはそれでいいんですけれども、大きくね上げた方がそれだけインパクトまでの時間がありますから、加速もするでしょう。ただし小さいコンパクトの方が、再現性は高いですよね。ですから体の硬い人はね、無理して回さなくていいわけ。それで体の柔らかい人はもう自然と回っちゃうってことですよね。でそれを知っておかないと、自分にどれがいいのかっていうのが分かってないと、結局ね、変に足を使ったり、変に体重移動をね理解して実践してしまうと、本当に迷い込んでしまいます。ですからそうならないように、まずねやはり大事なのは下半身のどしっとしたね安定感、地面からしっかり圧がかかった状態で上半身を回していかないと、結局ね手でひょいってあげてパンって手で打つっていう、そういうスイングになっちゃうわけですよね。皆さんね、例えば想像していただきたいんですけれども、この地面が氷で、普通の靴、スパイクでなくてねを履いてゴルフスイングとするとしたら、とてもじゃないですけどできないですよね。つまり地面からのしっかりとした摩擦抵抗を感じながらバックスイングをする、それが大事なわけですよ。それから切り返しをして、スイングをしていくというね。人間って本当楽しがちなんで、普通にポンって立って、普通にポンって脱力してね、バランスを取りながら歩いてますので、その感覚でゴルフもポンと立ってしまうと、やはりこっちがずれてきたりね、芝が下が柔らかいとかとずれてきたり、それで方向性が狂ったり、いつもと同じようなバックスイングが取れない、体全体が緩んで下からの圧がしっかり来た状態でバックスイングがね取れないから、同じ位置にトップが入らない、なんとなく作ったようなトップから切り返すので、常になんか不安定っていうね、これ多いと思うんですよね。だから例えば前足下がりとかで少し体勢を低くしてるとかね、それから傾斜のショットなんかでバランスを取ることに専念してる方が球がよく当たるなんてね、そんな経験ないですかね。つまり大地からのその重心を落としてしっかり下半身を踏ん張った方がバックスイングのトップが安定して球に向かっていくその再現性が高くなるっていう、そういうことなんですよ。そこで下半身をね、まず整えるといいますかね、正しく使う前に、その使い方の前にですね、余計な動きをしていないかという、そのチェックです。でこれはですね、まず右のももがすごく大事でね、この右のももがずれたり、右のももを軸にしてテイクバックが取れないっていうのはもう致命的なんですよ、ゴルフってね。だって大地からのこの力を
抵抗を感じながら上体をこんなにねじってって、そしてこう切り返していくわけですよね。その時にこの支えるべき足2本中でも右のももがちょっとでもずれた瞬間にもう違うところ入っちゃうし、切り返しもできなくなると思います。そこで、プロのようにね、全体的なフィジカルが強い人は全身軽くパーンと打ってるじゃないですか、ね、打ってるように見えると思うんですよ。ただやはりその中で下半身もねちょっとしか動いてないように見えて、その実しっかりこう止まってる。それから大きく動いてる人はその実さらに上半身も大きくしてしっかりと戻しているというね、そういうことがありますから、それをじゃあアマチュアのね筋トレもろくにしてない、体幹もゆるゆるの人ができるかっていったらできないです。そこでスタンスを広くする。スタンスを広くすることによってまず下半身がね踏ん張れるんですよ。脚力が弱くても踏ん張れます。ですから目いっぱいスタンスを広くして右のももが右に流れない、それをやってみてください。はい、ではやってみます。2つ目のドリルは腰の動き、下半身の動き、まずリセットして、余計な動きをしていないかというね、そこをチェックするために、いつものスタンスがこのぐらいだとしたらね、1個2個3個4個ぐらい足が入るとしたら5個6個ぐらいまず目いっぱいで、その分ちょっとねボールの位置としては左かかとの前よりも、ちょっとね左も1個分ぐらい開かないとちょっとバランス悪いと思いますよ。つまりこのスタンスで、打つとしたら、普段打ってるとしたらね、その状態からこう開いていくということです。まずは目いっぱい開いてみてください。どんな感じか。はい。でこれによって下半身が余計な動きをしづらくなります。まずはあんまり動かさないということね。それから右のももがしっかりと、スウェイしないで支えられる状態をかなり右に回していった時にふわっと腰が抜けたようにならずに右のももで支えられるということが一つです。ではこれで先ほどの手打ちを忘れずにねやってみてください。で右足はもう完全ベタ足でいいです。だから半身はできるだけ動かさないで、支えた状態でもうなんかすでに目標の246ヤードぐらいまで行ってしまいました、これどういう現象かというと、足を開いて結局ここで足が右に流れてないということはね、肩を回した分だけしっかり大地からの圧力、踏ん張りが効いて体が捻転されているということなんですよ。その捻転パワーが自然とダウンスイングのパワーにねつながってますので、安定してそれでなおかつスピードが出る、ね、そういうことになります。ですから最後にね右のかかとを上げても、これはどちらでもいいです。まずは普通のスタンスをとってさらに1個2個ぐらいかなりオーバーに開いてみて、右足ベタ足ね、そしてさっきのこんな状態になりますね。こんな状態になりますが、余計な下半身の動きを使わないとどうなるか。方向性もいいし245だからいいんじゃないですかね。これで飛ぶということなんですよ。250ぐらい、私63歳ですけど筋トレも何にもしてません。怪我もしてます。これで飛ぶということなんですね。ですから今もう一回まとめますとね、手首を使うということですよね。これ手首を使う。でこう使っちゃっていいです。それでこれで体が回ってくるとこうはならないですから。体が回ってくるとこうなります。左へ回ってくるとこうなりますから。でこれが早すぎちゃうとこうなっちゃいますよ、ね。だからそれはタイミングなんです。タイミングなんですけれども、まずその前に飛ばない人っていうのは絶対に手首を使えてないんですよ。
間違いないです。だから完全に手首を使うこのドリルをやる。そしてその時に気をつけたいのは、普通に構えてみてからこの頭の位置を変えないようにして両足を閉じるという、このボールの位置でないと、こうやって構えちゃうと全部右行っちゃいますから、ボールが内側に入ってるのと同じになるし、こう構えてないとね、もういろんな悪さしますから、体がね、ゴルフスイングとしては良くないので、これが一つで、次やることはスタンスをできるだけ開いて、でこの目的はとにかくバックスイングでこの腰、正しい右のこの支えで、そうすると捻転も十分取れますので、そこからあとは決まったトップの位置から切り返せるということなんですよね。ですからそれを少し練習してもらって、それを覚えてから、例えば、ベタ足からこれスタンス広いですよ。こうやって持ってってもいいんです。最後ね、すごくベタ足が嫌だったり、右の股関節が硬い人で、そうするとやっぱり回転を多少ねアシストしますので、250超えてくると思います。今253ね。そしてそうは言っても、これはさすがにこれは覚えればいいわけですから、適正なスタンス幅の方がバランスが良くなりますよ、ね。でゴルフスイングはやっぱり次のレベルとして飛ぶようになったら、今度は方向性だと思うんですね。その場合、先ほど言ったタイミングとかで手がこう返りすぎちゃう、手を使いすぎればね返りすぎちゃう。そうするとこの抜ける方向ですとか、ねじる度合いですとか、その辺の意識、それから左手のねグリッププレッシャーとか、その辺の意識も細かいところ関係してきます。そして今度足を使うとかね、左手の使い方を意識しつつ足を使えば方向性が良くて飛距離も出るということになります。はい、では最後にやってみたいと思います。いいんじゃないでしょうか。はい、キャリーで250オーバー、ね、257、十分だと思いますよ、この方向性で、63歳ですから、25060ね、十分だと思います。はい、今日は飛ばない人に共通している2つの悪いところね、手首を使えてないというところと、下半身を正しく使えてない、いろいろ使ってしまって迷っている人のためにね、2つドリルをご紹介しました。そのドリルを、練習する際に大事なのはボールの位置ですから、このボールの位置にね注意して練習してみてください。手首打ちでも200ヤードいきますよね。で足踏ん張って打っても24050いくと思いますから、ぜひこれでね一回整えてもらって、そこから今度じゃあどういうふうに自分はどのタイプで、そしてどのように回すのが自分に適しているのかね、そういったお話になっていくと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。